はい、地球道系南條です。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。今回はミニ四駆のポリカーボディを塗ってみようの3つのうちの最後の1つ、マーブル塗装をやってみたいと思います。マーブル塗装というと僕は水風船だな。ああいう感じの淡いニョーンと色が混ざったような。ただこのマーブル塗装が非常に難しくて、そうなんですか。いろいろ何回か試しては見てるんですけど、割と失敗します。で、どうしたらいいかなって自分なりに考えたこともちょっと踏まえて今日言えたらと思っているので、まず準備するものをね紹介したいと思います。今回用意するものは一番必要なのはこのビニール手袋です。手を突っ込んで塗装するので、手がマーブル色になっちゃうんで、ね、なるほど。シャッとこうマーブルすごいですね。そういうことになっちゃうんですね。それがいい人は別にそれがいい人なんている。それがいい人に分かる。意外とこういやちょっと痛いかもしれないね。歩かれたくないね。っていうのと、あとはパーツクリーナー。これはいつもやっているクリアボディを、洗浄する道具です。で、キムワイプですね。このキムワイプが非常に今回役に立ってますので、これは必ずあった方がいいです。なかったらもうほんと綺麗な布とか、もうダメになってもいいやつですね。繊維が際立たないやつね。繊維がここについてしまわないやつを選んでもらえたらと思います。で、次にマーブルの模様を作るための、道具が竹串だったり爪楊枝だったりします。それでっかい爪楊枝ですね。そう、でっかい爪俺今爪楊枝って言った？爪楊枝だったりします。爪楊枝だったり困っちゃうな。爪楊枝入りの割り箸ですよ。ほら丸箸がいいと思いますよ。四角よりはね。なんかこのね模様をつけるのにね、僕時間との戦いですので、細かい作業をするんだったら竹串。竹串って言ったよね。これ俺なんて言ったの？爪楊枝。ひどいな。割り箸。そう。じゃあこれがいけんわ。これがほら言い訳するとほら楊枝って書いてある。これがいけんわ。言い訳終了。あれなんだっけ。そうで、塗料なんですけど、今回はこの白と蛍光グリーンと蛍光レッドの3色でいきたいと思います。で、その蛍光レッド、蛍光グリーン、ホワイトでいきたいと思いますって言って、でこれで3色でマーブル色を作って入れちゃうと失敗するんですよ。なので今回はこの白は塗るんだけど置いといて、この白になる代わりのところにこのパールクリアっていうのを入れたいと思います。結論から言うとマーブル塗装って意外とボディにつかないのね。こうマーブルの模様ができて素敵って思ってこうやって突っ込むんだけど、その突っ込んだ時に結構いろんな色が逃げちゃって、なんか透明な部分がかなり多めになることが多いんですよ。なのでその透明な部分をもう鼻から自分で作っちゃおうと。でそこでホワイトを乗っけてあげれば綺麗になるんじゃないかなと、そういう作戦ですね。でこのパールクリアっていうのは別にパールクリアじゃなくてもいいです。このボディって光沢でできてるので、フラットクリアかパールクリアの2種類しかないんですよ。なるほど。なんか僕ちょっとフラットは嫌だなと思って、なんかざらついてる感じがね、なんかパールクリアでちょっとこうおしゃれにしようと。そういうことですね。はい、最後ね、ボディが入るだけの桶があればいいと。いろんな子供たちがねマーブル塗装を挑んでるからね、もうだいぶ汚いんだけど、こんな桶じゃなくてもいいですよ。このボディがスポッと入るタッパーでも何でもいいですから。でこの水はなんか冷たければ冷たいほどいいんじゃないかという噂を小耳にしただけです。理由は分かんないです。多分乾きがね遅くなるとか、模様が作る時間が伸びるとかね、そういうことじゃないですかね。はい、じゃあ早速、やってみたいと思います。はい、じゃあやっていきます。この紙コップにこの塗料を移していきます。別にこれ今回黒使わないしね。でこれを落とすとほら黒ってこんな感じでシャ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 ってなるんだけど、黒ってあんまり広がりが良くないんですよ。でこうやって模様を作っていくんですけど、ほらなんかすぐひっついてくるし、これはしょうがないか。この色によってこの色の伸び方が全然違うらしいので、自分の中で色の伸びが悪いなと思ったらさっき紹介したクリアを一緒に混ぜてあげるとその伸びが良くなるそうです。なんか今すごい扱いにくそうだったでしょ、黒がね。黒ね、
かなり扱いにくい部類なんですよ。なんでこうやってすぐにひっついちゃったりするので、まあ、クリアを入れて伸ばしてあげるといいです。だから最初に水に落としてみて、なんかどういう動きを色がするのかっていうのをちょっと試してみるといいと思いますよ。でこうやって竹串で巻くとね、なんか綿あめの屋のおっちゃんみたいになんかえらい綺麗に取れたでしょ。本当ですね。というわけで、今回使うのが蛍光レッドと蛍光グリーンと、で透明色をわざと入れて3色でやっていきたいと思います。じゃあですね、マーブル塗装っていうのは非常に忙しいのであまり説明ができないので最初に言っておきますと、ボディここにちょっと切れ込み入れてます。こういう感じで。でこれなんでこんな切れ込みが必要かと言いますと、やっぱり塗装は裏側にするものなので、このマーブル色になったその水面にこう裏側からこうくっつけなきゃいけないの。そうするとこういう斜めの角度でこう押してあげながらこう入れていくと。そうすると中に空気が入ったりすると全然色がくっつかないので、これで空気が入らないように、でこうやって空気が抜けるように何回かこう確認してね、こうすると空気が残るなとか、こう入れるとうまくいくなとかで、ゆっくりでいいです。ゆっくりでゆっくりゆっくり空気が残ります。ゆっくりゆっくりね、こういう感じで入れていきますんで、よし、じゃあやってみましょう。こういう感じで3色用意しました。まずは1色ずつ入れていきます。こういう感じで、あんまり放置しすぎるとすぐにダメになっちゃうので、ここで急いでこうどれぐらいがいいかなで、本当にやりすぎないことが大事だと思います。なんやかんやでやっぱりこの緑と赤がちゃんと混ざっちゃうので、あんまりやりすぎると、まあ、こういう感じで大体に乗せてあげたら結構いい感じか、この感じでいいな。よし、じゃあいきます。で今この中にボディが入った状態です、でこれを持ち上げてしまうとここにうようよしてる色がひっついちゃうので、浮かせる前に一旦これも全部取り除きます。なかなかさっきの黒みたいに、やっぱさっきの黒色と全然違うでしょ。そうですね。だからやっぱその色によって本当に癖が違うんだな。僕の中ではこの木に全部くるくるって取れる予定だったんだけど、救出ができない。とくん困った。どうしよう。あーでも固まってきた、固まってきた、バラ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 固まってきた。お、すごいなんかいいね。できたんじゃないですか。でそのやっぱり一発で仕上げようとするのが難しいのが分かってもらえると思うんですけど、だから僕クリアを多めに入れたんですよ。だからもう一発で全色もうムラなく塗れるなんていうのはちょっと厳しい、と思います。で、今のんきに喋ってますけどあまり時間がなくて、次にやっぱりこうただこう押し当てて入れてるだけなので、浮いてます。なのでキムワイプ、これでちょっとこう押し当てます。こうやって塗料が定着するように。なるほど。でこれを押してグッとこすっちゃうと取れちゃうので、本当になんか押し当てるだけでいいです。あんましこう本当こうペタペタって感じです。でやっぱり色もどうしても持ってっちゃうんで、様子見ながらここがひっついてないなとかいうとこだけでいいです。はい、というわけでこのマーブル塗装のこの沈めてねボディをで色をつけるところまで行ったんですけど、ぶっちゃけこれ色が表についてるか裏についてるかわからなくない？そうですね。表にこうバーッとついてるみたいな、でこんな時はガムテープをですね押し当ててあげるんですよ。そうすると
ミニ四駆にフィルムがついてるんですけど、光沢最後仕上げて剥ぐ時のね、あれを外してしまわずに塗料だけ取ることができます。ああ、なるほどなるほど。でこれで様子見て、あまりにも色がついてなかったらもう一回やってもいいんじゃないかなと思います。結構ここの雰囲気気に入ってたのになーって思って入り見たら表だったとかね。ああ、なるほど。あ、ほらほら、だからもう本当にそのマーブル塗装って難しいのがこのホラホラっていうのは、だからあんまりつかないんだよね、どうしても。やっぱ裏側なんで、ほら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 ね、こうするとほらなんか結局緑だけじゃんみたいなね。だからなんていうか、この表でどんな感じになってるかをちょっと塗料をある程度取ってあげて、でも本当これでいくとかね、そういう自分で判断をしてもらえたらと思いますよ。ほらね、綺麗に剥げるでしょ。あ、本当だ。やっぱり塗装なんで一緒なんでね、別に2回も3回もやってもいいと思いますよ。別に1回でね、一発でしなければいけないってわけじゃないんで、そうするとほらなんかここちょっと寂しいなとかね、だ。ああ、なるほど。ね、なんかちょっと寂しいよね。だしまあ動画的にもなんかせっかくだし2回ぐらいやるっていうのもね、もう一回やってみますか。よし。これが2回目でございます。でまあ同じようにちょっと時間を置いたらキムワイプでこう見て、置いてるところがあるのよ本当にね。でも今回全部綺麗に入ってる感じが。いよいよ最後の1色を塗りたいと思います。なんでこうすればそのね、最後全体に白を吹くわけなので、色が入らなかったところもフォローできるので、まあ、これが一番僕の中で失敗しないと思う塗装ということです。まあ、楽しみですね。じゃあこれで乾いたら最後はね、これ剥いてどんな風になるか試したいと思います。はい、じゃあ、白が乾いたので最後ね、いつものこの感動の瞬間ですよ。ポリカボディといえばそうですね、ペロペロタイムですね。ペロ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 タイムですよ。ペロンとどんな風になって現れてくれるのか。よいしょ。やっぱ塗装しててこの瞬間が一番楽しい。ほらこのね、なんかいろいろ弾いた感じとかがいい感じに出てますし、しかもほら1回目がここで、これ2回目につけた場所なんですけど、そんななんか2回も3回もやってもね、問題なさそうでしょ。ほら、おお、かっこいい。これかっこいいっすね、また。これはいいんじゃないですか。いやー、アバンギャルドというか。アバンギャルドで、ここはあとねマスキングもしてるんで、ここも入っていきたいですよ。どうですか。いい感じにマーブルになってますね。かっこいい。超かっこよくない？超かっこいい。いい感じですか、とっくんこれ。いや、超かっこいいですね。いやー、いいですね、いいですね。これはかなり大成功と言っていいんじゃないですかね。というわけですね、今回マーブル塗装をやってみました。まあ3色でやってみたんですけど、意外とその水で浮かべてやって沈めてっていうのは難しそうに見えたかもしれないんですけど、まあもう色が思ったようにつけばいいだけなので、あんまり難しく考えずに、まあその空気が抜けるところだけ意識すればきっと皆さんもうまくできるんじゃないかと思います。はい、それでは今日はこんな感じで終わりにしようかな。はい、それでは面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。